こんにちは。今日はとてもシンプルな作り方のベストを作っていきます。模様編みも作り方も簡単です。それと袖を作らなくていいので早く出来上がります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソー産のアクリルヤーン、色は白、50g で96メートル。材質はアクリル 100%。使用かぎ針の目安は 5.8mm から 6.2mm。この糸の太さはだいたい 2.5mm ぐらい。この糸を使って編んでいきます。針は7mm。これで本体を編んでいきます。最初の鎖、作り目だけ少し太い針で編んでいくと便利です。これは 8mm、10mm。私はこの 10mm で編んでいきます。なければこの本体を編む針でかなりゆったりと編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。作り方を説明します。今回こんな感じで四角形を2枚作ります。こっちは前身ごろ、胸に当たる方。こっちは後ろ身ごろ、背中に当たる方。これを作って縫い合わせて作ります。この四角形はこの部分だけ少し短くなっています。この作り方はここからスタートしてこの部分で折り返してこの幅で編んでいくと出来上がります。鎖の数は50個、52センチ。私は52センチにしたんですが、お好みでもっと長くしても短くしても大丈夫です。数はいくつでも大丈夫です。忘れていたので追加でお話しします。サイズの変更や、あと違う糸で編む場合には、この長さを参考にしてもらって、で作っていくと作りやすいと思います。その際、この部分、この段数は偶数にします。この部分も偶数、この部分も偶数で、全体も偶数にします。その方が作りやすいと思います。まずここから鎖を編んでスタートします。こっちで見るとこんな感じ。ここからスタートしてこう編んでいって、でここで短くして編んでいきます。最初の鎖を編んでいきます。この最初の糸端は少し長めに残しておきます。後で脇を縫うときに使います。ただあまり長いと絡まってしまうので、ある程度で大丈夫です。で、本体は 7mm で編んでいきます。あれば少し太い針、なければこの針でゆったりと編んでいきます。かなりゆったりと編む方がいいと思います。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。作りたい長さまで鎖を編んできました。私はここでは小さなサイズで作っていきます。それと見やすいように色を変えました。作りたい長さまで鎖を編んだら、ここで針を変えます。
こっちが本体を編んでいこう。まず細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。ここでは裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2で普通の細編み、次もこの1段目はずっと普通の細編みをしていきます。全部一つに一つずつ端まで編んでいきます。端まで来ました。次も細編みをしていきます。鎖一つ裏返して鎖の根元に細編みで、普段はこの2本の糸の下に細編みをするんですが、今回は2本あるうちの向こう側1本、これで細編みをします。次も同じ1本で、次もこれで細編み5つ、次から中長編み、最後の細編みにマーカーをつけておくと便利です。後で慣れたらなくしても大丈夫です。次から中長編み、また向こう側1本の下、これを中長編みでします。これで端まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。2段目の端まで来ました。これが最後の細編み。最後の細編みには2本の糸の下、中長編みでします。これで2段目が終わりました。次は3段目。少し大きな鎖1つ裏返します。で、鎖の根元に中長編みで、今度は2本の糸の下、中長編みで、この最初の糸、針のすぐ下、マーカーをつけておくと後で見分けやすくなります。次も2本の糸の下、次もこのままこの細編みの手前まで編んでいきます。細編みの前まで来ました。細編みの上に細編みをしていきます。まずここで2本あるうちの向こう側1本、次も1本、これが端の細編み。端の細編みだけ2本の糸の下で細編み、次も細編みからスタートします。鎖1つ裏返して根元の細編み、また1本、次も
これが細編み5個。またマーカーをつけておきます。次から中長編み。今度は向こう側1本。さっきは2本。今度は1本。で、これはちょっとややこしいので、この位置に糸端がある方が1本。で、こっちは糸端がないので、その時には2本。と編んでいくと分かりやすいかと思います。こっちは糸端があるので1本で編んでいきます。で、このまま端まで編んでいきます。端まで来ました。最後はこのマーカーのところに中長編み。このマーカーをつけた2本の糸の下、中長編み、次も中長編みから始めます。大きな鎖1つ裏返して、今度はここに糸端がないので2本の糸の下、中長編みでします。で、針のすぐ下にマーカーをつけておきます。で、2本の糸の下、このまま端まで編んでいきます。端ではずっと細編み。細編みは向こう側1本。細編みの時は常に1本で編んでいきます。これでしばらく編んでいきます。こっちが裾で、こっちが胸の方。こっちで見ると、今この部分を編んできて、次にこの部分を編んでいきます。この長さはこの細編みを含めないで10段、長さは17センチぐらい、ここまで編んでいきます。で、ここが10段、10段で、ここが11段目、ここで短くします。なので10段で11段目のここらあたりまで編んでいきます。次はこの部分を説明します。この長さは最初の細編みを含めないで数えます。中長編みが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ここが10段目。ここが11段目。11段目のここで一旦ストップして折り返して編んでいます。ここをさっき編んだサンプルで見ていくと、この部分を10段目、次を11段目で考えてもらって、この部分を編んでいきます。私はこの部分を中長編み5個、こっちも5個開けて編んでいきます。こっちで見ると5個から6個ぐらいでも大丈夫だと思います。この数が増えるとこの襟ぐりが少し深くなります。私は今回5個にしましたが、いくつでも大丈夫です。で、1、2、3、4、5、これだけ開けます。で、今
ここが最後になります。ここにも中長編みをします。ただ2本の糸の下、ここだけ2本の糸の下、次から折り返して編んでいきます。今までと同じように編んでいきます。でここに糸端がないので2本の糸の下、でこれで端まで編んで、細編みは常に1本、鎖1つ編んで、また細編みは1本で編んで、次はここに糸端があるので1本で編んでいきます。これを繰り返していきます。この部分を編んでいきます。この長さは私は18段27センチにしました。これも多少好みで変えても大丈夫です。このまま続けてここぐらいまで編んでいきます。しばらく編んできて、次はこの部分を説明します。この長さはこっちで見ると、この長さは18段。ここが18段。次が19段。この19段目で長くします。こっちで見ると、ここが18段目。ここが19段目。ここには角があります。この角に新しい糸を持ってきて、結んで、でこっちと同じだけ鎖を編みます。こっちも12345、こっちも12345なので、こっちもここと同じ1、2、これはゆったりと編みます。3、4、5、1、2、3、4、5で、最後は鎖一つを編むようにして引き締めて、これで鎖5つ。で、この19段目から長く編んでいきます。ここまで編んでいきます。これが19段目で、これは下の角の中長編み。ここは2本の糸の下に針を入れます。次から鎖、1、2、3、4、端が5個目。これで長くなりました。
次からここから折り返して編んでいきます。今までと同じです。こっちは糸端がないので2本の糸の下、このまま端まで編んでいきます。端は細編みで続けて編んでいって、この長さは10段、こっちと同じ10段、同じように中長編みを数えて10段、最後に細編みだけを1段。これで前身ごろが出来上がります。細編みを編んで最後の糸端は少し長めに残して切ります。これで前身ごろが出来上がりました。次は後ろ身ごろ。後ろ身ごろは前とこの部分だけ違っています。前は1、2、3、4、5。後ろは1、2、3。ここは2つにしても3つにしても大丈夫です。作り方は同じです。ここから鎖を編んで細編み、中長編み。ここで少し低くして、でまた鎖3つ。この数だけ変えて、あとは同じように作っていきます。これで後ろ身ごろが出来上がります。後ろ身ごろと前身ごろが出来上がりました。次は肩を縫っていきます。表と裏を確認します。この鎖のように見えるライン、ここが表、こっちも表、こっちは裏。表を内側にします。裏を上にして、でここからここまでを縫っていきます。でだいたい仮に留めてみて、で模様がずれないように縫っていきます。で糸端があったらこれを使って、なかったら新しい糸を持ってきます。これが端の細編み。手前に同じところにもう一度これでつながりました。次から中長編み1つに2回ぐらい、次もでここには1つぐらいで端まで縫っていきます。なるべく目立たないようにこれで角まで縫っていきます。端まで来ました。端は2回この糸端と結んでおきます。
目立たないように隠します。反対側も同じように縫い合わせます。次は脇を縫っていきます。こっちが裾、こっちが襟ぐり、ここは袖ぐりになるところ、裾から脇の下まで縫っていきます。今裏が上になっています。こっちは表を内側にして、で肩のところからだいたい22センチ、私はこれぐらいにしました。痩せている方はもうちょっと短くしてもいいと思います。で、だいたいのところにマーカーをつけたら、裾から数を数えて同じ数になるようにします。私の場合は裾から数えて30個。だいたいこれぐらいになりました。で、次はこの細編みとこの細編み、端から縫い合わせていきます。糸端があったらこれを使って、なかったら新しい糸を持ってきます。今手前から糸が出ています。このまま向こう2本の糸の下、で手前の角、また2本の糸の下、で次からこの鎖のように見えるところ、この内側を縫っていきます。こっちはこっち側をすくっていきます。まずこの一つ目、こっちもこの鎖のように見える、こっち側から針を入れて、こっちも手前、これでつながりました。次からもこっちとこっち、でこんな感じになります。これでマーカーをつけたところまで縫っていきます。マーカーのところまで来ました。マーカーのところは2回でしっかりとさせます。あとはほどけないように糸端を隠します。これで脇がつながりました。次は袖ぐりを編んでいきます。
これを裏返して、次は袖売りを編んでいきます。今細編みがあります。この上にリブ編みをしていきます。で、表が上になっています。こっちは裏、表を上にして、ここは縫い合わせた糸、縫い合わせた隣からスタートします。で、新しい糸、鎖4つ、1、2、3、4、この幅でリブ編みをしていきます。最初は細編み5個、こっちは4つで少し短くなっています。だいたい4センチぐらい。これはお好みで変えても大丈夫です。で、細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返して針から1、2、細編み、次も次も最後はここ、これで細編み4つで、今糸が出ているところ、同じところに引き抜きます。針を入れて糸を出して、これをかぶせるようにして引き抜いて、これでつながりました。次は今ここから糸が出ています。この隣に引き抜きます。この細編みに引き抜いて、これで2回引き抜きました。裏返して、で、今度はこの向きに編んでいきます。今2回引き抜いて、この2回をスキップします。1、2、スキップ、3つ目に細編み、この細編みに細編みをします。で、1本だけの細編みをします。で、この時この糸端を向こうに寄せます。で、細編みに細編み、こんな感じになります。これを繰り返していきます。次も1本、次も、これは端の細編み、端の細編みは2本の糸の下、次も細編みで鎖1つ、裏返します。で、細編みをしていきます。鎖1つの根元、また1本の細編み、これで細編み4つ。次はここにつなげます。まず引き抜くのはさっき糸の出ている隣、こ
ここではなくてここにつなぎます。引き抜き編みでつなぎます。これで引き抜き編み1つ、その隣にも引き抜き編み、これで引き抜き編み2つ、裏返してこの向きに編んでいきます。また引き抜き編みをスキップします。1、2、3つ目、ここに細編みをします。で、向こう側1本、長い糸は向こう側で、細編み、次もで、最後は2本鎖1つ、裏返してまた細編み、でつなげます。今糸が出ているのはここ、その隣に針を入れて引き抜いて、もう一つ、次はここ、これで2つ引き抜き編み、裏返して2つスキップして3つ目に細編み、1、2、3、で最後は2本鎖1つ、裏返してで細編み、で次はここにつなげます。今糸が出ているのはここ、この隣、ここに引き抜き編み、その次も引き抜き編み、引き抜き編みを2つします。で裏返して引き抜き編み2つをスキップで3つ目に細編み、これを繰り返していきます。繰り返してここまで戻ってきます。一周編んできました。今足元を見るとここに細編みが1つ、次はこの鎖の出ているところ、最初の鎖を編んだところ、こことここに引き抜き編みをします。今糸が出ているのはこう編んできて、先端から根元に向かって細編み4つ、次は引き抜き編み、ここに引き抜いて、次はここ、次は先端に向かって編んでいきます。今までと同じです。1、2、3、4、で次は針で始末します。少し長めにで鎖一つを編むようにしてで
これを重ねて縫っていきます。で、今までの重なり方を見ていきます。で、これは横から見るとこんな形になっています。なのでこっちを上にします。こっちを下にしてで縫っていきます。で、まず端と端、今ここから糸が出ていて、で次はここではなくてここぐらいに入れていく方が綺麗にできると思います。で、こっちに戻ります。で、こっちもこの糸端が出ているところ、ここぐらいに入れていきます。これでつながりました。で、次からこっちが上でこっちが下、下の方はここが細編みの鎖のように見えるところ、この下に針を入れます。ここの細編みのこの部分、側面になっていると思います。で、こっちは上になる方、上になる方はこの鎖に見えるところの間、ここと次はここで合わせていきます。次もこことここ、こっちではなくてこっち側、こっち側のまず端から1、2、この間、これが1つ目、2つ目、次はこっち側、この細編みのここぐらい、ここぐらいに糸があるのでこことつなげます。次はこっち、1、2、3、2個目と3個目の間、次はこっち、この細編みの横のところ、でまたこっち、これでつながりました。で、あとはこの根元につなげます。こことここぐらいで、あとは裏でほどけないように隠します。で、ここに最初の糸端があります。これで結んでおくと便利です。
あとはほどけないように隠します。他の糸も隠します。で、反対側も同じようにリブ編みをします。次は襟ぐりを編んでいきます。まず細編みで1周します。でスタートするのは、ここが肩を縫い合わせたところ、ここぐらいからスタートします。目立たないところに針を入れて、新しい糸、で同じところに針を入れて、鎖1つ細編みをします。これが1つ目。マーカーをつけておきます。で、次からここに一つ一つ細編み、で、次は角になっています。この角の前後、まずこことここで2つを1つにします。ここに針を入れて、糸を出して、次はここから糸を出します。この鎖のように見えるところの次、一度に引き抜いて、これでカーブができました。次からこの中長編みに一つ細編みをします。次はこの鎖のように見えるところ、ここに一つ、ここにも一つ、ここ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 と編んでいきます。まずこの中長編み、次はここ、次はここ、次はここ、これで次の角まで編んでいきます。次の角まで来ました。またここで2つを1つにします。まずこの角の前後、ここから糸を出して、次はここ、この角の前後から糸を出します。これでカーブができました。次から一つずつ。ただここはこちら側よりも少し広くなっています。少しきつめに編んで、こっちと揃うようにします。少しきつめの細編み。肩の縫い合わせたところまで来ました。この縫い合わせたところにも細編み一つ。糸端は編みくるんでも大丈夫です。次はここ。で、次は角になっています。ここから糸を出して、次はここから糸を出して2つを1つにします。次はここから一度に引き抜きます。次からまた中長編み1つに細編み1つ、鎖に1つで
で中長編みに1つ、このまま次の角まで、でここでまたこの角のここから糸を出して、次はここから糸を出して一度に引き抜いてカーブを作ります。ぐるっと一周編んでスタートしたところまで戻ってきます。細編みで一周してきました。最初の細編みに引き抜きます。次から袖ぐりを編んだ時と同じ、まず鎖を編んでいきます。鎖を3つ、これはお好みで長さを変えてください。で今までと同じように鎖1つで細編み、で同じようにぐるっと編んでいきます。最後につないで出来上がりです。これで出来上がりました。今はこんな状態なんですが、着るときには広がってこんな感じのラインになります。とても可愛い形です。裾はこんな感じ。少しだけリブ編みをしています。これは半袖にも長袖にも合うと思います。サイズを測りました。上から下まで50センチ、横幅54センチ、袖は18センチの4センチ、襟ぐりは3センチの60センチ。使った糸の重さは 260g。こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。